皆様こんにちは。沖縄奄美大島への愛を全力でお伝えしていく観光ガイドチャンネル中鳥です。今回の動画は宮古島旅行3泊4日のモデルコースを紹介します。宮古島マニアが本気で考えた代表的な観光スポット30カ所を効率よく巡るおすすめコースです。各所の押さえておきたいポイントやホテル、グルメなど、これさえ見ておけば宮古島を知り尽くせる。ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。観光エリアは大まかに4つに分けられます。1日目は与那覇前浜と来間島コース、2日目は宮古本島東側と池間島コース、3日目は伊良部島と下地島コース、4日目は砂山ビーチと宮古島グルメを堪能するコース。紹介したい場所は山ほどありますが、練りに練って厳選した今回のルートは概要欄に貼ってある中鳥マップの URL をクリックしていただくと、あなたの Google マップに自動で取り込める地図を配布しております。ダウンロードしておけば後で見返しやすく、とっても便利。場所の解説や写真撮影のポイントなど、宮古島マニアのコメント付き無料マップ、ぜひこちらも活用してみてください。まずはじめに宮古島がどんな島なのか簡単に紹介します。東西に1000キロにもわたる沖縄県のほぼ中間地点にある宮古島。東京からは1838キロ、那覇からは約300キロ、石垣島までは約130キロ離れています。宮古島を中心に大小8つの島、池間島、来間島、伊良部島、下地島、大神島、多良間島、水納島から構成されているのが宮古諸島です。いずれもサンゴが隆起してできた島々で、比較的平坦な島が多いです。そして人口約5万5千人の宮古島が一番大きい島となり、宮古本島と伊良部島、下地島、池間島、来間島は橋によって陸路でつながっています。宮古島への玄関口となる空港は離島としては珍しく、中心にある宮古空港と2019年に開業した新設の下地島空港の2つがあります。今回は効率よく巡ることが目的なので、島の中央にあり、レンタカー屋が近くにたくさんある宮古空港からの出発を想定としてご案内いたします。では3泊4日の宮古島の旅スタートです。宮古島の旅は空の上から始まります。飛行機から見える宮古ブルーもとっても綺麗なので見逃さないようにしましょう。11時に宮古空港到着。宮古空港は歴史が長く、建設されたのは戦時中で、旧日本軍の海軍飛行場として建てられた設備です。1956年6月から民間空港として利用されるようになり、宮古島への観光客が増えていきました。到着ロビーでは赤瓦と漆喰、そして宮古島の海島でできた大きなシーサーがお出迎えしてくれます。着いたらまずはレンタカーを借ります。空港から近くて店舗まで送迎してくれるレンタカー屋が便利です。私はいつもじゃらんでクーポンを使って一番安いレンタカーを借りています。手続きを終えたら早速出発。1日目の予定はこのようになっています。まずは昼食。丸吉食堂へ宮古そばを食べに行きましょう。所要時間は15分です。宮古島に来たら必ず食べたい宮古そば。最近はアレンジ宮古そばのお店も増えてきていて、いろんな味やトッピングを楽しめるようになりましたが、まずは元祖宮古そばから食べたいですよね。こちらの丸吉食堂は1961年に創業された、観光客だけでなく地元の人も多く通い、長く愛される老舗のそば屋です。おすすめは人気ナンバーワンのソーキそば。豚骨とカツオがベースのニンニクが効いた出汁はガツンと濃い味ですが、まろやかな口当たりでコクがあります。お箸で持ち上がらないほどのソーキは味がしっかり染み込んでいて、ホロホロのトロットロ。一度食べたらやみつきになること間違いなしです。丸吉食堂以外ではそばとジューシーが美味しいうまや2023年にオープンし、早くも大人気なまっすぐもおすすめです。次にイムギャーマリンガーデンへ向かいます。
所要時間は5分です。宮古島の南部に位置するイムギャーマリンガーデンは自然が作った天然プールのような穏やかな入り江で、海辺の箱庭とも呼ばれています。光と水と緑にあふれた豊かな街づくりをテーマとして作られた海浜公園なので、ビーチで遊ぶだけでなく、園内には遊歩道や展望台もあり、自然を散策しながら絶景を楽しめます。遊歩道の先には高さ約30メートルの展望台があり、頂上からは360度パノラマを一望できます。穏やかな入り江だけでなく、目の覚めるようなコントラストの宮古ブルーが輝く美しいサンゴ礁の海が望めます。次は与那覇前浜へ向かいます。所要時間は20分です。与那覇前浜ビーチは真っ白な砂浜が7キロも続く美しいビーチで、その美しさは東洋一と言われています。真珠のように輝く白砂はきめ細やかなパウダーサンドが特徴です。海は何層もの青色を連なる美しさで、本当にキラキラしていてずっと見ていられるほどです。ここは人生で一度は訪れたい、そんな場所です。目の前には来間島、そして宮古島と来間島をつなぐ来間大橋も望めます。マリンアクティビティも豊富で、バナナボートやジェットスキー、パラグライダーなども楽しめます。次に全長1690メートルの来間大橋を渡って来間島へと向かいます。所要時間は5分です。宮古島と来間島との海峡は流れが速く、常に海の水が循環しているので透明度がとても高いそうです。さらに適度な深さがあるので、海が程よい色合いになり、青の色彩がとても豊かな絶景峡であるため、海を眺めるためのスポットとして人気の高い場所です。運転中はよそ見をしないように気をつけましょう。来間島は南国ムードあふれる素敵なカフェや隠れ家的雑貨店などが充実している島なので、ここで一休みしましょう。青空パーラーはビタミンなど栄養がたっぷり入った20種類以上のオリジナルスムージーの専門店。沖縄の食材を使用したカラフルなスムージーはオーダーが入ってから作ってくださるので、フレッシュな旨味が楽しめます。おすすめは契約農家直送の 100% 宮古島産のマンゴーを使用したマンゴースムージーです。次に竜宮城展望台へ向かいます。所要時間は3分です。展望スポットとしてとても人気の竜宮城展望台は3階建てです。展望スペースへは階段を使い登っていくのですが、登っている途中の小窓から見える景色でもすでに絶景が広がっていて興奮することでしょう。立ち止まりたくなりますが、ここはぐっと我慢して一番上まで登りましょう。最上階に到着すると、見たことのない美しい青の光景に感動することでしょう。先ほど見た与那覇前浜や渡ってきた来間大橋もよく見えます。これぞ宮古島という海の色、本当に見飽きることのない絶景を心ゆくまで堪能してください。次に長間浜へ向かいます。所要時間は5分です。長間浜は白い砂浜と青い海の水平線がどこまでも広がる美しいビーチですが、人影もまばらなビーチなので離島らしい穏やかな静けさがあります。またこの浜は熊の実マンションとしても有名です。熊の実の住処がマンションのようにたくさんあると言われているので、シュノーケリングスポットとして知られています。次にホテルチェックインへと向かいます。所要時間は20分です。初日は宮古島の海岸線に沿って約130万坪もの敷地を有するシギラセブンマイルズリゾートの宿泊をおすすめします。最上級のサービスを誇るホテルから気軽に宿泊できるカジュアルなホテルまで全部で8つあります。個性あふれる多彩なホテルからお好みをチョイスしてみてください。私がおすすめするのはこのリゾート内の中心、そして海沿いに位置するホットクロスポイントサンタモニカです。かしこまりすぎずにリゾート感が味わえてとっても過ごしやすかったです。お部屋からの景色も最高でした。ホテルチェックイン後は徒歩5分圏内にある近くのお土産屋さん、クロスポイントマーケットや天然温泉施設シギラ黄金温泉に行くのもおすすめです。
シギラリゾート周辺には20店以上のお食事処やラウンジ、バーがあり、その日の気分で場所や雰囲気、料理のジャンルを選べます。ディナーではしゃぶしゃぶ、鉄板焼き、イタリアン、火鍋など、エイサーや三味線ライブのパフォーマンスを見ながら沖縄料理を楽しめる屋台村などもあります。どのお店も事前予約できるところは予約をしておきましょう。ディナー前に夕日を見たいという方は、こちらの月ごとの日没時間を参考にしてから夕食の予約を取るようにしてみてください。日没の前後30分が最も美しく夕日を見られるマジックアワーと呼ばれています。空の明るいうちから夕日を見る準備をすることで、青から赤、黄金、漆黒と変わっていく空を楽しむことができるので、なるべく30分前から準備しておくといいと思います。シギラリゾートであればお部屋からも綺麗に見られると思いますし、15分移動してサンセットスポットとして有名な与那覇前浜で見るのもおすすめです。夕日、夕食と楽しんだら、せっかくのリゾートホテルですので、お部屋でゆっくり過ごして2日目を迎えましょう。おはようございます。2日目の予定はこのようになっています。まずは宮古島の見どころの一つ、朝日を見に行くところからスタートです。所要時間は5分です。シギラリゾート周辺で一番近いおすすめの朝日スポットはイムギャーマリンガーデンの展望台。朝日も夕日同様、30分前から準備しておくといいです。水平線から見たいという方は、ホテルから20分にある東辺名崎、少し小高いところから見たいという方は、ホテルから15分の来間島の竜宮城展望台もおすすめです。朝日を見終わったらホテルで朝食。サンタモニカの朝食は旅する朝食がテーマのビュッフェです。和、洋、多国籍料理のほか、地元食材、郷土料理を織り交ぜた種類豊富なメニューが100種類以上あります。どれも美味しくて朝から食べ過ぎてしまうので注意が必要です。ホテルをチェックアウトしてムイガー断崖へ向かいます。所要時間は10分です。こちらは南海岸にある絶景スポット。周辺図はこんな感じで、2つのビューポイントから景色を楽しみましょう。下のビューポイントからは荒々しく切り立った崖を見ることができます。柵などがないので落ちないように注意してください。89段の階段を登った東屋のある場所まで行くと絶景が広がります。右手にはシギラリゾート一帯エリア、左手には10キロ先の東辺名崎の灯台まで見えるほど見晴らしがいい絶景が広がります。次は東辺名崎へと向かいます。所要時間は15分です。東辺名崎へと続く県道235号線沿いは高さ約30メートルの隆起サンゴ礁の断崖です。ダイナミックな景色が続く絶景ドライブも楽しみましょう。ここは海へ向かってまっすぐに伸びた全長約2キロの細長く美しい岬です。先端には日本百景、そして国の史跡名勝天然記念物にも指定されている白亜の灯台があります。先端に向かって左手に東シナ海、右手に太平洋を望める絶景スポット。どこまでも続く絶妙な青のグラデーションが特に素晴らしいです。鑑賞の中に巨岩がゴロゴロとたくさんあるのは1771年の明和の大津波で打ち上がったものだと言われ、津波岩と呼ばれています。次にアラグスク海岸へ向かいます。所要時間は10分です。宮古島の東部にある遠浅のビーチ、私が一番感動した海でもあります。宮古島の海は眺めるだけでも非常に綺麗ですが、海に入るとまた違った景色を楽しむことができます。ここではぜひシュノーケルの時間を設けてください。サンゴが広がり、鮮やかで可愛らしいカラフルな熱帯魚や、運が良ければウミガメと出会えるかもしれません。泳ぎ終えたらシャワーをして着替えて出発です。日がロードパークへと向かいます。所要時間は10分です。
こちらは断崖の上から東シナ海を眺められる絶景スポットです。眼下にはサンゴ礁まで見える透き通った海が広がり、その美しさには誰もが感動することでしょう。天気が良ければ大神島まで見渡すことができます。次にハリーズシュリンプトラックまで向かいます。所要時間は30分です。黄色いスクールバスが目印のガーリックシュリンプのお店ハリーズでランチです。絶景のロケーションで本格的なガーリックシュリンプを食べられるこちらのお店は、多くの観光客や芸能人も通っているので SNS で見かけたことがある方も多いのではないでしょうか。ガーリックシュリンプは宮古島の泡盛や塩、こだわりのハーブで仕込んだエビを使っていて、宮古島でしか味わえない美味しさです。バジルを使ったオリジナルスパイスがかかったしりしりポテトも美味しいのでぜひ。ハリーズ以外ではタコ料理が美味しいスブバリ食堂、自家製縮れ麺のそばが美味しい新間そばもおすすめです。次に西辺名崎へ向かいます。ハリーズから徒歩2分です。宮古本島の最西端であるとともに最北端にもあたる西辺名崎。力強く回る風車が立ち並ぶ独特な景色です。そして左に伊良部島、右に池間島と池間大橋を一望できる雄大なパノラマが広がります。午前中に見てきた東辺名崎とは対照的な穏やかな景色ですので、その違いも楽しみましょう。次は宮古本島と池間島を結ぶ全長1425メートルの橋を渡り、カイミールへ向かいます。所要時間は10分です。橋の上からは西辺名崎や大神島、美しい海のグラデーションを見ながらの絶景ドライブです。カイミールは池間大橋を渡ってすぐにある食堂です。宮古そばや新鮮なサザエのお食事が楽しめますが、ここでは宮古島産の紅芋をふんだんに使った手作りの紅芋餅を食べてみてください。ごまの香りが香ばしく、もっちりとした食感がたまりません。またお店の3階にある展望台からはどこまでも青く広がる池間島の海を一望できます。池間島の海は透明度が高く、何層にもなる青のグラデーションがとても美しいため、池間ブルーとも言われています。美しい池間ブルーの景色に感動すること間違いなし、絶対に外せない絶景スポットです。次に船楠ビーチへ向かいます。所要時間は2分です。知る人ぞ知るプライベート感のある船楠ビーチ。自然にできたビーチなので離島らしさがあり、静かでゆったりと過ごせます。美しいサンゴ礁もあるのでシュノーケリングをしても楽しめます。次に影見ビーチへと向かいます。所要時間は1分です。ロープを伝ってビーチへ降りることから別名池間ロープとも呼ばれています。冒険感のある入り口からワクワクすることでしょう。降りた先には広々とした穏やかで美しい海が広がっています。ゴツゴツとした岩場に囲まれていて、こちらもプライベート感あふれる穴場のビーチです。次は伊良部島へと向かいます。所要時間は50分です。伊良部大橋は2015年に開通した宮古島と伊良部島を結ぶ橋で、無料で渡れる橋として日本最長の3540メートルを誇ります。青い海の上に長く伸びる橋の上はとても非日常的な光景です。素晴らしい絶景が広がる爽快ドライブをお楽しみください。2日目の宿泊は翌日の観光に備えて伊良部島に宿泊しましょう。私がおすすめするのは沢田の浜に面しているウォーターマークホテル&リゾーツ沖縄宮古島。2022年の8月にオープンした新しいホテルで、全室日本の渚100選に選ばれた沢田の浜が見れるオーシャンビューです。お部屋も綺麗でサービスも充実しています。ぜひこのホテルに泊まったらお部屋から夕日を見てください。忘れられない美しい夕日が記憶に残ることでしょう。
伊良部島の他のおすすめのホテルはティダの里やホテルクーなど、気になる方はこちらの紹介動画を参考ください。夕日の時間に合わせて伊良部島のお店のディナーを予約しておきましょう。おすすめは皿浜港の海鮮を生かしたイタリアン、ブリボンテ、地元の方が通う昔ながらのお寿司屋さん、寿司兼や居酒屋の美女子がおすすめです。3日目の予定はこのようになっています。まず朝は徐々に明るくなっていく沢田の浜をお部屋から楽しんでください。ホテルで朝食を済ませたら下地島のワンセブンエンドへと向かいます。所要時間は13分。下地島は伊良部島と隣接していて6つの橋でつながっていて行き来がしやすいです。まず向かうのはワンセブンエンド。滑走路が伸びる方角を示す言葉の名前が付けられています。下地島空港の真裏にあるビーチなので飛行機が着陸する瞬間を間近で見ることができます。ビーチの上に迫ってくる飛行機は迫力満点です。そして干潮時にのみ現れる幻のビーチも見れたらラッキーです。海の上に滑走路を伸ばす際、一部を埋め立てたため潮の流れが変わり砂が堆積。この砂が干潮時にのみ現れ幻のビーチとして注目されるようになりました。ここから見えるのはほぼ空と海のみという圧倒的な絶景です。飛行機の着陸時間や干潮時に訪れたい場所です。次に通り池に向かいます。所要時間は2分です。2つ並んだ同じ大きさの池が水面下でつながっている通り池。とても珍しい地形で国の名勝と天然記念物の両方に指定されています。潮の干満によって池の色が変化し、何度訪れても飽きない神秘的な景観が楽しめるのも魅力です。人気のダイビングスポットにもなっていますが、難易度は高いそうです。次に戸口の浜へ向かいます。所要時間は8分です。透明度と砂浜の美しさでは沖縄の中でも名高い戸口の浜。パウダーサンドが800メートル続く離島ならではの景色のいい天然ビーチです。ビーチからはコバルトブルーの海の上に緑に覆われた下地島、来間島、宮古本島が一望できます。次に中ゆくい商店へ向かいます。所要時間は5分です。宮古島に来たら何度も通いたくなるサタパンビン屋さん。外はさっくり、中はもっちりのベリーモサタパンビンにブルーシールの黒糖アイスが一押しです。伊良部島でしか買えないカステラが売っている長崎屋にもぜひ立ち寄ってお土産を買ってみてください。次に沢田の浜沿いをドライブしながら白鳥崎西海岸公園へ向かいます。所要時間は10分です。伊良部島の北側に位置する船うさぎばなたから白鳥崎周辺の一帯を西海岸公園と呼びます。駐車場や遊歩道が整備されているので、ゴツゴツとした岩場にダイナミックな白波が立つ海を眺めながら散策してみてはいかがでしょうか。東屋もいくつかあるのでドライブ休憩にもおすすめです。次にランチです。所要時間は10分です。ランチは皿浜港あたりで食べましょう。伊良部の有名な鰹節を味わえる港食堂ニュー浜や皿浜ダイニング1は大番前食堂などがおすすめです。ランチの後は牧山展望台へ向かいます。所要時間は10分です。伊良部島で最も高い場所である牧山展望台。町のシンボルサシバが羽を広げて飛んでいる姿を模した牧山展望台からは全長3540メートルの伊良部大橋、宮古本島、来間島、池間島を見渡しながら水深によって様々な色合いを見せてくれる宮古ブルーが楽しめます。
絶景が楽しめる割には意外と知られていないので、ぜひこの動画を見てくださった皆様には訪れていただきたい場所です。次は宮古島側から伊良部大橋を見るため、宮古本島に戻りましょう。所要時間は10分。伊良部大橋の絶景ドライブは何度走っても美しいです。伊良部大橋宮古島口無料駐車場では、綺麗な橋の様子を見れる展望台となっています。橋の途中で止まることはできないので、ここから美しい伊良部大橋を見て撮影しましょう。橋の完成から数年、あっという間に宮古島の一大観光名所となった伊良部大橋ですが、橋がかかる前、島を渡る手段は船しかなく、台風が来れば生活物資は止まり、救急搬送にも時間がかかるなど、医療や教育、経済などの多くの面で苦労がありました。島民の華僑要請から完成までには40年という長い年月がかかった島民悲願の橋であるという背景も知ってみてみると感慨深いものがあります。次にパイナガマビーチへ向かいます。所要時間は3分です。宮古島の市街地から一番近い場所にあるパイナガマビーチ。穏やかな海と白い砂浜が美しい地元の人々に親しまれているビーチを散策しましょう。海沿いに並ぶカフェに立ち寄ってゆっくりするのもおすすめです。私なら可愛い雑貨とスイーツが人気のワトワトさんへ行きます。次に島の駅宮古へ向かいます。所要時間は3分です。島の駅宮古には毎朝宮古島の農家さんから採れたての新鮮な野菜が運ばれてくるので、なかなか見かけない島野菜も多く、見ているだけで楽しい市場です。おすすめは雪塩シリーズの雪塩バームのハードタイプと、調味料が豊富なのでぜひ見てみてください。次はホテルにチェックインとなります。所要時間は約5分です。3日目は夜の宮古島を散策するのに便利な市内のホテルに宿泊しましょう。おすすめは中心部に位置する旅のホテルリット宮古島。宮古島のホテルでは数少ない大浴場もあるので、旅の疲れを癒すにはもってこいのホテルです。快適で心地よいお部屋と吹き抜けが開放的なレストランも見どころです。ホテルで一息ついたら夕日に合わせて宮古サンセットビーチへ向かいます。所要時間は10分です。宮古ブルーの海に浮かぶ伊良部大橋を一望できる宮古サンセットビーチですが、伊良部大橋にゆっくりと落ちていく夕日がとても幻想的なサンセットスポットとして有名です。時間とともに変わりゆく景色を眺めながら、今回の旅行最後の夕日を楽しみましょう。その後ホテルに戻ったら市内で夜ご飯。旅行には欠かせないグルメを楽しみましょう。中心部のホテルに泊まれば歩いていろんなお店に行けますし、お酒も気にせずたしなむことができます。宮古島の居酒屋では地元の食材を使った郷土料理や沖縄の地酒である泡盛や地ビールが楽しめます。お店はたくさんありますが、どこも混んでいるので最初の1軒目は予約しておくことをお勧めします。おすすめの居酒屋さんはつまんで飲める宮古パーラーハイサイ、ポーク&フィッシュダイニングフラー。こちらの動画でいろいろと紹介してますので、合わせて見てみてください。お酒を飲みながら沖縄民謡ライブが楽しめるお店も多くあります。旅のホテルリット宮古島すぐ近くのゴーヤもおすすめです。お酒が飲めなくても宮古島の料理を堪能できる居酒屋の数々へぜひ足を運んでみてください。そして宮古島のディナーを楽しんだら、旅のホテルリットの素敵なお夜食サービス、旅の宮古そばで締めて就寝しましょう。最終日の予定はこのようになっております。最終日はもし起きれたら朝日を見に行きましょう。ホテルから所要時間15分の高野漁港へと向かいましょう。観光客がほとんど訪れない
穴場的なサンライズスポットです。訪れると地元の方が釣りをしているのんびりとした雰囲気を感じられる場所となっています。プライベート感漂う漁港で美しいサンライズを独り占めしてみてください。ホテルに戻って朝食を食べたら徒歩で市内の散策をしましょう。目的地は公設市場。所要時間は徒歩10分です。市街地の中心部に位置する公設市場は今も昔も島の台所、今昔が入り混じる雰囲気を感じながらローカルグルメやショッピングができます。いろいろなお店が入っていますが、島内でも人気のお豆腐の専門店、孫豆腐さんが私のおすすめです。受賞歴もある濃厚おぼろ豆腐や豆腐スイーツをぜひ買ってみてください。市場近くの宮城かまぼこもおすすめです。宮古そばのトッピングに欠かせない平揚げかまぼこをはじめ、様々なかまぼこが購入できます。散策を終えたらホテルに戻りチェックアウトをして出発です。砂山ビーチへと向かいます。所要時間は10分です。パウダースノーのような白い砂丘を登りきるとコバルトブルーの海が広がる砂山ビーチ。小高い砂の山を越えるのは結構大変ですが、好奇心くすぐるジャングルのようなビーチまでの道中も楽しんでください。サンダルで向かうと少し疲れるので靴で行くのがベストです。ここは波の浸食によってできたアーチ状の岩があることが特徴的でフォトジェニックなビーチです。自然の織りなす造形美をお楽しみください。次に宮古神社へ向かいます。所要時間は10分です。16世紀創建の凝った装飾と沖縄らしい赤瓦屋根が特徴の国内最南端の神社。商売繁盛の神様を祀っているため金運上昇、商売繁盛といった金運、開運にご利益があるとされています。狛犬ではなくシーサーがいる点にも注目です。次にポークランチョンミートへ向かいます。所要時間は約5分です。最後のランチは少し変わったアレンジ宮古そばを食べましょう。海が見えるテラス席で絶品鶏白湯宮古そばをぜひ食べてください。家の近くにあったら毎日通いたくなるほど美味しいです。他には島食材を使った宮古中華やらぶ亭、特大伊勢海老が人気の海の幸がおすすめです。次は小さな幸せさくりへと向かいます。所要時間は3分です。お腹はいっぱいだけどスイーツは別腹。宮古島に来たら絶対に食べなきゃ帰れない絶品バスクチーズケーキをテイクアウトしましょう。一口サイズのミニクロやパイはお土産にもおすすめです。私はいつも買ったら車の中で速攻チーズケーキを食べてしまうのですが、皆様はぜひさくりの隣にある宮古島らしさあふれる釜間峰公園でのんびりしながら食べてみてはいかがでしょうか。目を引くシーサーの滑り台は高台にあるので市内を一望することができます。次に新須市場へ向かいます。所要時間は10分です。お土産選びも旅の醍醐味ですよね。 JA 沖縄の直売所であるファーマーズマーケット宮古新須市場は広い店内でまず目に入ってくるのは宮古島産のゴーヤ、冬瓜、ニガナ、マンゴー、島バナナなどの代表的なものから季節によって変わる珍しい島野菜やフルーツ、見ているだけで楽しいです。その他にもお弁当からお菓子、お土産まで揃っているのですが、ここでもしこの巨大サタパンビを見かけたらぜひ買ってみてください。なかなか売っていないレアものです。私がいつも買っているものはこちらの多良間島名産揚げ菓子スティックのたらマンボウです。次にユートピアファーム宮古島へ向かいます。所要時間は13分です。ユートピアファーム宮古島は
トロピカルフルーツや熱帯の花々が見られる観光農園です。見学コースではマンゴーやパイナップル、ドラゴンフルーツなどのトロピカルフルーツが実る様子やハイビスカスやブーゲンビリアのような南国の色鮮やかな花々が見学できます。併設のフルーツパーラーでは園内で収穫されたフルーツを使った絶品スイーツが楽しめます。特にマンゴーの旬の時期にしか提供されないユートピアマンゴーパフェは絶品です。最後はお気に入りの場所でゆっくり過ごしましょう。私が選ぶのは東洋一の美しさを誇る与那覇前浜。所要時間は15分です。どれだけ見ていても見飽きない美しさが与那覇前浜にはあります。最後の観光を終えたらレンタカーを介して空港へ。以上、私がおすすめする宮古島を効率よく巡る3泊4日のモデルコースでした。今後は1泊2日、2泊3日などの日数を変えたモデルコースやゆっくり巡るマリンスポーツを楽しむなどテーマを変えたモデルコースも皆様と共有していけたらいいなと考えております。宮古島好きの皆様と一緒に素敵な巡り方を考えていけたらと思っておりますので、お気に入りの観光スポットや宮古島での忘れられない思い出、今度行ってみたい場所、食べたいものなど、ぜひコメントにて教えてください。チャンネル内では月ごとの基本情報やローカルな最新情報までありとあらゆる宮古島情報を発信しております。インスタグラムではほぼ毎日宮古島の最新情報をお知らせしていますので、ぜひフォローよろしくお願いいたします。ついでにこちらのグルメアカウントもフォローしていただけると嬉しいです。皆様の宮古島の旅が楽しく素敵な思い出となりますように。宮古島に行きたいと思った方はぜひいいねをお願いします。これからも中取りと旅を続けてくださる方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。Better be worth my time, better be